じゃんこんばんは。毎月その月の最後の動画ではその1ヶ月でハマっていたものとかお気に入りで使っていたものとかのご紹介と、あとは YouTube のこととか2026年の最初に立てた目標に対する振り返りを皆さんに共有しているので、今月8月もお気に入り紹介と振り返り取っていきたいと思います。皆さんもぜひ一緒に今月どんな月だったかなと考える時間にしていただけたら嬉しいなと思います。それでは早速始めていきます。まずは今月のお気に入り、じゃん、ハイドレンジアというブランドのヘアクリップです。ネットで購入したんだけど、こういう巾着もついてきて、これに入れて持ち運べるようになってます。インスタグラムの広告かな、おすすめの投稿か何かで流れてきて、すごく可愛いなと思ってネットで購入した商品なんですけど、ちょっと透け感のあるクリアなワインレッドのカラーで、こんな感じでバラの刻印みたいなものがされていて、ここにはね、ハイドレンジアというブランドの名前も刻印されています。届いてから毎日使ってるんじゃないかってくらい愛用していて、私はすごくね、毛量が多くてちょっと毛も太い髪質なので、市販されてるような一般的なクリップだと髪が止まらないんですよ。ギュッてね、クリップで留めたくても髪の圧に負けてボンって弾け飛んじゃう。それくらいちょっと意志のある髪だから、なかなか一つにギュッてまとめたい時に使用できるヘアクリップっていうのが見つかってなかったんだけど、これね、すっごくホールド力があるの。ギュッて押さえ込んでくれる力が強くって、ちょっとね髪を切ったっていうのもあるとは思うんだけど、それにしてもしっかり髪をまとめてくれるから、こんなにねお気に入りのデザインでさらに実用性もあるっていうのがね、すごく良くて気に入っています。こういうね四角っぽいフォルムがまた珍しくて可愛いですよね。髪をまとめるのも可愛いし、バッグのショルダー部分にねこうやってつけておくのもなんかちょっとさりげなくて可愛いかなと思ってます。ヘアクリップを買った時に一緒に iPhone ケースも買ってみたんだけど、ちょっともしかしたらね分かりづらいかもしれないけど、レースっぽくなってる iPhone ケースでね可愛いんだ。そう、私はもうこれからねどんどんレディーを目指していきたいので、ちょっとこういうシンプルで少し品もあるけど、ヴィンテージ感っていうかアンティーク感のあるデザイン、こういうものに今すごく惹かれてます。こういった感じのものをね、これからどんどん集めていきたいです。お気に入り1つ目はハイドレンジアのヘアクリップと iPhone ケースでした。お次今ねレディーを目指していきたいっていう話をしたばかりで正反対な感じになってしまって恐縮なのですが、ちょっと待ってねちょっとお見せしますね。じゃんちいかわにはまりました見て、かわいいちいかわの特にこのうさぎにはまりました。今ねちょうど映画が上映されてるじゃないですか。それの感想がねいっぱい目につくようになって気になり始めて、Netflix で配信されてる分のアニメは全部とりあえず見て、その後 Twitter で連載されているちいかわの漫画もね、もう2020年の最初の投稿から全部見てもう気づいたら好きになってた。もう本当にミーハーなハマり方をしてしまって、もちろんちいかわっていうキャラクターがいるっていう存在自体は知ってはいたんですけど、じゃあそれがどんなお話なのかとか
そもそもどこで連載されているのかとか、どんなキャラクターが他にいるのかとか、本当に全く知らない状態で7月末まで過ごしてきてたのに、7月の24日とかだったかな、映画が公開されてからもう一気に SNS でちいかわのいろいろな映画の感想を目にするようになって、毎日毎日自分で調べなくてもちいかわっていう単語がね目に入ってくるから、気になってしょうがなくなっちゃって、とりあえずアニメ見てみようと思ってアニメをね見て、もうそしたらそこからグッとハマってしまって、一気にズルズル沼に引きずり込まれたって感じ。今までの人生で何かキャラクターにハマるっていう経験がなかったから、一生通らない世界、一生通らない界隈なんだろうなって思っていたのに、もう外を歩いたらちいかわのグッズがいっぱい目に留まるようになって、ランダムのウエハースとかガチャガチャから始まり、まだグッと自分を引き止める自分がまだいるから、大きいぬいぐるみとかそういうのを買ったりはしてはいないんですけど、このキーホルダーをね映画館で見つけて買った時の高揚感がすごくて、かわいい。こういうキャラクター、ちいかわに限らずサンリオとかも含めて、そういうキャラクターにハマってグッズを集めたくなる方たちの気持ちがもうすごくよく分かり始めている気がします。今一番ね好きって思うのはうさぎなんだけど、本当にちいかわの中のキャラクターは一人一人の個性が立ってるから、みんな可愛くて、メインのこのうさぎ含めた3人、ちいかわとハチワレとうさぎの3人もそれぞれねみんないい子だから、もうアニメとか漫画見てるともう愛おしくてしょうがないハチワレはねその3人の中で唯一喋れる子なんだけど、人の気持ちとかを気遣えるし、そこで優しくね手を差し伸べたりできるような子なんだけど、なんか気遣ってますよ感がない優しさ、純粋でまっすぐな言葉をかけている姿がねとっても素敵だなって思うしちいかわはねもう見れば見るほど主人公だなっていう感じがして、本当にやればできる子、いざという時は絶対に勇気を出して一歩を踏み出せる子だから、本当に応援したくなる。アニメで見るとよりね可愛いのちいかわって、声がすごく可愛くて、あとかえとかやだとかそういうちょっとした単語しか喋らないんだけど、そこにちゃんとね感情が乗っててすごいなと思って見てる。で、なんでうさぎを好きになったかっていうと、うさぎは仲良しな3人組の一人ではあるんだけど、結構単独行動をすることが多くって、3人でいても自分のペースを崩さないし、自分の好きなことを常にしている子、一見すごく奔放で突拍子もない行動をする子に見えるんだけど、時々不意に見せる不器用な気遣いというか、気遣ってるつもりはもしかしたら本人はないかもしれないけど、そういったちょっとした温かさが見えるところもあって、自分のペースは基本的には崩さないのに、いざとなったら頼りになるところとか、常に自分の気持ちの赴くままに過ごしているところがね、かっこいいなと思って好きなの。かわいい。あともう本当にこの子も声がかわいい。アニメでね声がついた姿を見てすごく好きになったキャラクターです。あとはまだグッズとかは持ってないんだけど、シーサーちゃんとあの子っていうキャラクターがいて、その2人もすごく好きです。
みんな好きなんだけどね。そうもうとにかくみんな可愛いちいかわっていうのは何年も前からすごく人気で流行しているコンテンツだと思うから、もうみんなもちろん知ってるよっていう話をただ話してただけかもしれないけど、ちいかわにハマり始めてからね、すごくよりキラキラした楽しい日々を過ごせてるなっていう気がしてますだって本当に街を歩いたら、スーパーとかコンビニに行ったら必ず見かけるんだもん。至る所にいる。このうちわはね、この間ね帰省をしてて、その時に妹たちとねコンビニまで歩いてお散歩をしたんだけど、そのコンビニでサプライズで買ってくれてたの。嬉しい可愛いよね。でこのノートも映画のグッズなんだけど、もうすごい可愛くない？ラバーでできてるんだ、この表紙が。これはガチャガチャでね3500円くらいかけて取ったうさぎのポーチ。友達にね8割が好きな子がいるんだけど、その子がうさぎが出たからって言ってくれたメタルチャームです。かわいい。とりあえずはこの箱に収まるぐらいで、グッズはねちょっと我慢できたらいいなって思ってるんだけど、どうかなということで、今月のお気に入り2つ目はちいかわでしたそうしましたら、気を取り直して今月の振り返りを共有していきたいと思います。まずは YouTube の活動報告。今月もねお休みすることなく毎週水曜日に動画を投稿することができたね。ただちょっと今月の2本目の動画の時にテロップミスを直前で見つけて気になっちゃって、結構ギリギリで手直ししたら15分くらい投稿が遅れちゃうっていうね、遅刻するっていうことは一度だけありましたね。使っているカメラの紹介の動画と、髪を切りに行く日の Get Ready with me と帰省 Vlog1 日目ですね。ここ2ヶ月ぐらいね、ちゃんとこう皆さんが楽しんで見られるような動画を出せてないのかなっていう反省What's in my bag とかお部屋の紹介とか、あとは美術館の Vlog とか、そういう動画たちでこう見てくれる方々が増えてるのかなと思うから、そういう動画たちを通してチャンネル登録してくださった方々の需要に合った投稿が多分できてないんだなっていうのがあるから、なんかね、なんとなくこう自分の今日はこれ撮ってみようかなっていうのじゃなくて、もっとテーマを絞った方がいいんだろうなっていう気はしてるんだ同じことを繰り返しててもまたそれも違うのかもしれないし、難しいね。でも毎週ね、どんな動画でも欠かさず見てくださっている方を大切にしつつ、そんな方たちも含めてもっとみんなが楽しめるような動画を作れるように考えたいなって思う8月でした次、今月描いた絵ですわあ、そうだ、いっぱい描いたんだ今月。2026年の目標としてね、このターレンスのスケッチブックをこの1年で埋めるっていう目標があるんだけど、先月が全く描けなかったから、今月はここからかな、いっぱい描いたよ今月。まず友達と行ったカフェで食べた黒ごまチーズケーキ、これはお手本を見て描いたブルーベリー、これは金魚ちょっとごめんね、本当に私は人が苦手なんだけど、こちらは誰だかわかる？ハリーポッターのルーナ・ラブグッドですメラメラメガネをかけたルーナと、これダンスパーティーの時のルーナです。可愛いよね、この時のルーナ。
これはケロ、そしてこれはペグ。はい、この8ヶ月で最高記録じゃない？この枚数。6枚描きました。やっぱりねこうクレヨンで描くのが好きだから、もっとたくさんの色が入ったクレヨン買おうかなって悩んでる。今サクラクレパスの12色ぐらい入ったクレヨン使ってるんだけどね。あとどれくらいだ？あららら、あと4ヶ月しかないのにこれだけ残ってます。でもまだ4ヶ月あるから可能性はあるよね。そして2026年の目標もう一個。私は本を読むのがすごく苦手で全く読んでこなかった人生だったから、月に1冊は最低でも読もうということで、今月読んだ本はじゃん、チェーザレ・パベーゼの美しい夏です。これは映画化されていたのが去年日本でも公開されて、この美しい夏に登場するアメーリアというね、こうちょっと妖艶な感じの女性の役を私の大好きなモデルさんのディーバ・カッセルが演じるということで、映画館で去年見てきた作品なんですね。そしてその映画を見た流れでそのまま原作も購入して、去年1回途中まで読んでやめちゃって、でまた今年8月にしっかり最後まで読みました。この美しい夏の主人公は16歳のジーニアという女の子で、そのジーニアが4つ上のアメーリアというね、すごく美しい女性に夏に出会って、その出会った夏から次の夏までの1年が描かれています。大人になった今読んでも10代半ば頃から後半頃までのあの頃の心の機微とか心情とか、そういうのを鮮明にねこう思い出せるような内容になっているんですけど、学生の頃とかに読んでたらどう感じたんだろうって、同じ目線に立ってアメーリアを見ることができたり、ジーニアの気持ちになることができたりして、またちょっと違う感じ方ができたのかなって気がした。もう最初の一文、書き出しの文章が本当に素敵なので、ちょっと書店とかで見つけたらね、ぜひパラッとまず最初の一文を読んでいただけたら嬉しいなと思います。なんでこうジーニアはアメーリアにこう惹かれていったのかとか、憧れていたのかとか、そういう心の動きが映画よりもより分かりやすく描かれているから、よりこうアメーリアが魅力的な女性に見えました。また夏が来るたびに読みたい作品だなと思います。はいということで8月の振り返りは以上です。今月は会いたい友達にも会えて、実家にも帰ることができて、家族の顔も見れて、夏にねやっておきたいことはしっかり堪能できたかなっていう気がしています。本当に去年の夏とかに比べると過ごしやすい気温で、例年よりはねこうちょっと外に出る機会が多かったんじゃないのかなっていう気がする。9月に入ったらね、もう私の中では秋がスタートしてるから、いずれ金木犀が香ってきて、そしていずれハロウィンが来て、ハロウィンが終わったらクリスマスが来る。楽しみ。クリスマスが待ち遠しすぎて、最近毎日クリスマスのレコードを聴いてます。ということでちょっと早いですが、8月もお疲れ様でした。9月ももしかしたらまだ暑い日が続くかもしれないですが、一緒にのんびり頑張っていこう。はい、本日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の水曜日の21時にこのチャンネルで待ち合わせをしましょう。それでは皆さんおやすみなさい。いい夢を。バイバーイ。